こんばんは。ちょっと待ってください。にゃにゃがちょっとどいて、そこ。猫がちょっと邪魔しております。ちょっとお待ちください。はい、ちょっと待ってね、じゃあ。見て。はい。寝てくれないとね。ちょっとどいてください。どいてください。マイク入ってんのかな。そこどいて。座れないよ。ね、こんばんは。改めまして、今日もサイパンはいい天気で暑い。ちょっとごめんなさいね、猫がどかなくて椅子に座れないんですよね。ちょっとどいてもらえるかな。ちょっとどいて。猫がどかなくてちょっと椅子に座れないでいるんですけど、すいません。どいて、ちょっと。なんかぐるぐるじゃないね、これ怒ってんのかな。どいてください。ちょっとごめんなさい。はい。はい。はい。ちょっとどいてね。どいてね。はい。マイク入ってる、音楽出てる。よし。はい。見てね、ごめんね。こんばんは。改めましてがもうずっとなんだけど、すいません。猫がちょっとね、ずっと椅子に座っちゃってパソコンのとこに手かけてたんで、ちょっと危険な状態でした。すいません。猫がパソコン閉じちゃうんじゃないかと今ドキドキしてたんだけど、やっとどいてくれたんで始められますね。今日は深夜さんこんばんは。いつもありがとうございます。今日はね、ちょっとまた私が知らないだけなんだろうけど、世間の人は多分知ってるんだろうけど、テニアンにカジノがあったっていう話題からまず全然知らなかったんですけど、深夜さんもこの間聞いてくれたテニアンダイナスティ、あれがダイヤモンドホテルっていうのになってて、カジノがやってたんですって。で2024年の12月26日にクローズしたんですって。ってクローズしましたなんて新聞に書いてあって、その税金のなんか流れの話が書いてあったんだけど、マリアナスバラエティに書いてあって、ほんでもう営業が2023年からの11月からやってたらしくて、全く知らなかったんだけど、誰が言ってたのっていう感じ。みんな知ってたのかな、世間の人は。全然知らなくて、
でテニアンでカジノが行われてたらしいんですよ。で1年間営業してたらしくて、その人たちはもともとアメリカの本土の企業らしいんですけど、グリーンカードが欲しくてケニアにカジノをやったっていう、そういう資格が取れそうだからもういいかってぐらいでやめたのか、コロナ禍の影響があってやめたのか、どっちだかは定かじゃないんですけどね。知らないうちに空いてて、知らないうちにクローズしてました。ちょっとびっくりでしたでそのね、投資家プログラムって言って、そのあれでグリーンカードが取れるんですけど、グリーンカードが取りたい人にとってはお得なプログラムで、DV とかね、ロトもありますけど、毎年10月にロトもあるんだけど、グリーンカードを取るのに、それは抽選。これ日本人の意外と特権ですよね。移民が少ないから、日本人の移民が少ないから、そういうロトの特権があるんですけど、抽選っていうのがあるんですけどね。サイパンって投資するのに意外とそういうところはお得になってて、普通アメリカでは110万ドル110万ドルだよな。105万ドルだっけな。今までは80万ドルで、どこのアメリカに80万ドルを投資して2年間営業して10人以上の雇用をしてれば、継続できてればグリーンカードが発行されてたんですよ。それが去年だか今年かな、なんかに105万ドルだよね。105万ドルでいいんだよな。80万ドルの上だから105万ドルだよね。105万ドルを投資しなきゃいけなくなったんですけど、サイパンは貧乏島だから、貧乏州だから、80万ドルでいいよっていうあれがあるんですよ。投資家プログラムが。だからね、ちょっとお得にはなってるんですよね。80万ドル出せばグリーンカードがもらえる。1億ですかね、1億円っていうことになるのかな、今だと。でもそれのためにあんなカジノって言ったら大掛かりだから、大掛かりなカジノをやって、経営1年やってたとして、でも1年じゃダメなのに、なんか5年間ぐらいは50万ドルっていうライセンス料を払ってたから、それで認めてくれるだろうぐらいのことを言ってるらしいんですけど、カジノの方側は。ノバルさんこんばんは。ね、その ECB って言ったかな、 ECB とか EBC とか、なんかそういうなんとか5っていうねプログラムなんですけど、それをね欲しさに今回ね、すごい事件がなんか起きてたのは去年の話らしいんですけど、去年だっつったかな、詐欺、ケニアにリゾートホテルと、海沿いのリゾートホテルと、
まあ、めちゃくちゃ綺麗なリゾートを購入しませんかっていうそういう宣伝がなされてたらしいんですけど、それをやっぱアメリカのグリーンカードが欲しい人、中国のね富裕層がねそれをなんとインターネットで80万ドルの物件をインターネットでクリックして買っちゃうらしいんですよ。もうそんなことありえるのっていう状態だったんですけど、いつって言ったかな、いつの事件なんだっけな。またよろしくないことなんですけど、今じゃないんですよね。今裁判が始まるみたいなことを言ってるんで、ちょっと待ってね、いつだったっけな、いつの事件って書いてあったっけな、いつの事件だったかもいいや。とにかく今裁判やってるらしいんですけど、この80万ドル、中国の富裕層お金持ちはサイパンのそういうリゾートの写真を見て、映像を見て、こうクリックしてインターネットで80万ドルってお金を出すらしいんですよ。出して買っちゃったらしくて、で実際はその場所は、掘ったて小屋、アパートメントみたいのがあって、そういう土地だったっていうので詐欺だって言って訴訟を起こし始めたらしいんですけど、何がびっくりって写真を見て買っちゃうっていうのもびっくりだし、どんだけお金持ち、カリブに住んでる中国人らしいんですけど、もともとだからお金持ちで、桁が違うんでしょうね、お金持ちの。中国すごいですよね。80万ドルを1億以上ですよ。1億以上のものをインターネットでクリックして買っちゃうっていうダイナミックさ、ちょっとあんまり日本人ではないような気がするんだけど、そういうことが中国のダイナミックさかなって思いますよね。トランプさんがだから言い始めたのが、グリーンカードに対する値段を上げたのが2025年、今年の2月なんで、それまでは80万ドルで住んでたんですけど、トランプ政権になって値段を105万ドルに105万ドルでいいんだよねに上げて、サイパンは特別地域なんでお安くできますよっていうことなんだけど、安いって言ってもね、こんな詐欺が起こってたんじゃどうにもなんないなって思うのと、今日なんだっけ、また名前を忘れてしまった。なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったから違う話にしていこう。なんかドル円も上がってきてますね。昨日今日と上がってきてるけど、150円チャート見ると150円50セントいけるかいけないかぐらいのチャートでいっても、そこからまた落ちるんじゃないの、147円ぐらいまでっていう感じのチャートしてますけどね。どうなんでしょう。みんなは為替とかやってるのかな。私は今やってないんですけど、チャートは見て勉強はしてるんですけどね。
ふるさとは提灯が下がってるけど休業ですか。そうみたい。そうなの、休業みたいなんですよ。やってないみたい。このね今映像のところのここ、サイパン知ってる人は知ってるかもしれない、マカオっていうあれがあったんだけどね、ここにねずいぶん前にお客さんが自分のバッグに60万円だか70万円だかを入れて飲んで、そのまんまその店に置いてきちゃって、ドアの前でそのドアを壊そうかどうしようか悩んでるお客さんがいたことを今なんかふと思い出したんだけど、いや壊しちゃまずいよって言って、盗まれたかもしれないって言ってね、もうすごいドキドキしながらね、ダメにゃにゃダメにゃにゃダメ、ドキドキしながらダメもう猫がね今パソコンにジャンプ体勢がしてたんでちょっとドキドキしましたねジャンプしたらライブが消えちゃうんで、ジャンプされちゃうとやばい。もう猫ねフラフラしてるから、今日は猫ちゃんがふるさともやってないですね。だから提灯はなんかやってる雰囲気で出てるんですけど、やってないということで、今日の映像はこれが終わってからでしょうかな。ガラパン終わってからのがいいかな。この辺もなんだっけ、ちょっとビールとかちょっとなんか買えるお店だったんだけど、なんかバーになってんのかなって感じですよね。ちょっと入りにくかったんで入らなかったんですけど、これこの辺もお土産屋さんがあったけどみんななくなっちゃっててね。この2階の韓国料理屋はなんか違う名前でやってんのかな。ゴッドファーザーはやってますね、相変わらずね。もう飲みに行くとこはこういうアメリカスタイルのところしか今ないのかなって感じもしますね。今日の映像まだもうちょっと待とうかな。これ終わってからって、これ長いな。ちょっと切り替えちゃおうかな、今日の映像に。どうやんだっけ、 OBS で、大した映像じゃないですけど、昨日の映像も半分入ってるんですけど、これはね昨日の映像も入ってるんですけどね、ちょっとちゃんと流れてるね。よしよし。サイパンも議員さんが今日あたりも新聞に載ってたのは、こんにちは。What do you グアムみたいな doing? 州に格上げし What て do ほ you しいみ doing たいな、 here? 昇格させてくれ I る just enjoy やってましたけど、 not work. そんなのねえ、格上げはしてほしいけどお金はあげないでほしい、税金は払いたくないからって言って、ちょっとっていうね、アメリカからしたら、本土からしたら援助は欲しいけど、
サイパンはサイパンの独自の法律を決めたりできるんですよ。今の状態だと知事が何でもこの辺がね、この辺は守りたくて、そんなことグアムとかは許されないからアメリカの法律にフォローしなきゃいけないんだけど、サイパンの場合はアメリカの法律と北マリアナの法律と両方フォローしなきゃいけないとかってめんどくさい法律があって、そういうことがね解消されるんならいいんだけど、そうさっき言おうとしたのがアウターコープ、ゾーニングスマイリングコーゾーニングの人に今日会ったでら、ゾーニングは5プ。年スマイリング間コープは have to be paid. やらないように For する example, 5年間停止17で feet or 開発サイパンの開発にこう I think it's 力を入れる目標のために$4 そういうゾーニングの案が出てるんだけど、まだ通ってはないらしいんですよ I ね。 mean, これか linear ら foot rather linear. 多分通ると思うけどって言ってたけど、 feet, 1 feet for around. 今はわからないっていう。Ah, they have だけど to. They そ were の時に思い出したのが、 Yeah, Department of 建 the 築 Boating 税、去 Safety 年 has あ an たり officer. の去年の末ぐらいに but they are out of 建築税を free. 建築35万ドル以上の建物を建てるのに、 But you must still register build so they know それ who's に there. 対してあー 1% の建築税を引きますよ But not illegal, right? その法案が通るか通らないかをえ But here, we're protected. どっちをやりたいのか、開発をしたいのか開発したくないのか、開発はしたいけど税金はちょうだいみたいな感じ And で they're very calm. 建築税 1% ので So 35 meaning 万ドル以上 boat の is safety. Yeah. Not so safety. Okay. Free. Free. That's why. 去年ぐらいに話し合ってたんですけど、なんかそれ調べたら35万ドル以上の Excuse me, can I ask 建 something? What do you? 1% What do you? のあ、違う違う改正になってて、もう決まった建築税がなおさら高くなってる。何をやりたいんだろうと思って、建築税だって35%、35万ドル以上の建物に対しては 1.5% の建築税が取られて、あ、違う35万ドル以下の建築に 1.5% の税率で、それ以上の建物に対して 5% 取るって、35万ドル以上の建物には、大規模なプロジェクトには 5% の建築税を取るって書いてあったんですよ。調べ直したら、もう何がしたいんだろうって、どう思います？やっぱ復活させたいのか、何も建てるなって言ってるのか。 5% ですよ。でかすぎる。 1.5 でもでかいのに、そんな意味のわからない、ここでアルミだの鉄だのっていうのに関税がかかって、25% の関税がかかって、そういう物資もめちゃくちゃ高くなっていくわけなのに。でね、これ今映像ね、これ何にもない、映像が進んじゃってたな。何にもなくなってたんですよ、一夜にして。びっくりしちゃった。そこに家があったんですけど、またちょっと写真が進んじゃった。一夜にして何もなくなってて、ここもだから35万ドル以上のプロジェクトだとすると、何か立つんだとすると、
ね、5% の建築税がかかるって、まあ、建てるような人は調べてると思うんですけどね。建てる人はね、もちろん調べてると思うんですけど、どうなんだろう。こんなの知らなかったよってどっかでは気づくと思うんだけど、でもこれバカでもわかるけど、建てさせたいのか建てさせたくないのか、なんだか、もうお金だけは欲しいけど、開発はしてほしいけどお金はちょうだいねっていうことが多すぎて、サイパンで法人税もしかりなんですよ。法人税もグアムとかアメリカの方式を取ってるんで、売上に対して日本と同じ売上に対して、例えば25% だったりっていう金額になるんですけど、法人税。でもサイパンの場合は売上じゃない、利益に対してが、アメリカの場合は利益に対して 25%。 なんか紙に書いといてこう読まないとダメだな。頭の中でこう物事を置いておくと全部混乱してきちゃうからね。売上に対してアメリカは 25% とかのそれがかかっていくんですけど、サイパンは利上げじゃない間違えた、利益に対してね、利益に対して 25% かかっていくのが日本とかグアムとかアメリカなんですけど、サイパンの場合は売上に対してかかるんですよ。それがマイナスであろうと、従業員フィーとかなんとかであろうと、それに対して15% とか 1.5%、金額に対してはあるんですけど、それに対してお金がかかっていくから、小さい会社はね、本当にね、やっていけなくなっちゃうんですよ。めちゃくちゃな税金になっちゃうんで、売上に対してやっぱり税金ってかかんないと、税金がかかってくんないと、売上じゃない、利益に対して経費をだから認めてくんないとね、島は発展しないんですよね。そういうのもアメリカになってくれれば、本当のアメリカになってくれれば、そういうのも解消されて、建築税なんてもってのほか、建築税なんてそんなもんグアムとかではないものだから、サイパンだけの独自の法案で、ね、40万ドルとか、100万ドルの工事請け負ったら1万ドル政府に 1% だって1万ドルだっていうのに、100万ドルだと35万ドル以上だから、もう大変なことになってくるしね。本当ね、サイパンの計算の仕方はおかしいんですよ。総収入に対して1.5% からね 5%、 年間で50万ドル以下の場合だったら 1.5、 50万ドル超えちゃうと 5%。 えらい目に遭うんですよね、これね。本当にえらい目に遭う法人税。なんだっけ、ヘブンアイランドのなんだっけ、ヘブンの島が羨ましいですよね。そのくらいにしないと本当サイパンも復活できないんじゃないかと思うし、店舗ばかりですが、フォーレントも何も貼ってあるよ。
ほうれんとほうれんとは貼ってあるよ。貼ってないとこも結構あったかもしれないけど、貼ってある。貼ってないのは諦めてるのかな。 What do you 諦 doing? めがも What う do you 誰も借りる doing 人い here? ないから諦めてるか I もしれ just ない。 enjoy. Yeah. Not work. No, no. そういうのもあるかもしれないし、コートがこれ今日の映像を見てなかったから、これ進められないのか、今日の早送りとかできればいいのにな。早送りができない。今日の絵、これ海が綺麗だったからここをちょっと入れといたんだけど、今日の映像に今日この山も登ってきたんですよ。公園の山、ゴミの山、昔ゴミの山、ここも登ってみたんですけどね。ゴミの山だと思わなければ気持ちいい場所ですよ、風があって。ね、これちょっと早送りできないのかな。使い方はわからないけどたまんね。 That's called Smiling Cove, and this is Outer Cove. アウターコどうやーったら早送りとかプ、スマイリングコープ。こんな長い動画じゃないから大丈夫かな。スマイリングコープは have to be paid. Yes. とにかくね、スキーパンはもう政府が何やりたいのかよくわかんないですよ。 24 feet. How much is paid? I think it's like $4 a square foot. So if it's 10 feet, you pay $40. 別にNot square も foot, う base foot, linear foot. この Linear. カジノ自体も Yeah, feet. フなんで1年でクロ1ー feet ズしちゃった for のかなっ around て。 $4. 2年確実にやってれば They have to この人もグリーンカードをもらえたわけじゃないで Yeah, すか。そ the の人 department た of ち they play boating safety has 殺し one 方 facility. に何人 and か then や you ってた pay. から But their output is でも free. 2年やらないで Everyone- 終わらしちゃったんだ。 But you must still register both so they know who's there. And they assign you. さんが来ないからもうやめようってことになった可能性がでかいかな。 Legal, right? Legal. その前にカジノのオープンの前に毎年 Protected. 50万ドルのライセンスフィーを払ってた Weather, んで the すっ wind, て。 no waves. Here, all the waves, your boat moves. 5年間も In there, they're 前 gone. に払ってたってどこに払ってたのって感じですよね。 So meaning both 営業も in して safety, ない。 Yeah. not so safety. Okay. Free. Free. That's why. お金持ち、中国系なんじゃないかなと思うけど、中国系の人って本当にお金余っちゃってんのかなって。 Excuse me, can I ask something? 映像違う？映像 What do 違 you くないよね。 What do you そうなんだ。余っちゃってんのかな。インターネットに土地買っちゃうのもそうだけど、私リゾートですよって言ったの買っちゃうっていうのも不利だけど、80万ドル1億円買えないですよね。普通クリックして、あ、これ野菜がめちゃくちゃ高いんですよ。これ縦の映像になっちゃったら見えないな。これね、キノコセットがね新しく出ててちょっと買ってみたんですけど、キノコしいたけだと思って美味しそうだったんで買ったらね、マッシュルームだったのがちょっと残念でしたね。ここがね一夜にしてねなんかなくなっちゃったんですよ。家があったんですけど、早いなって、やることが早いなって、何か立つんだろうなって。まあでも
アパートぐらい建つような大きさですからね。アパートとかホテルとか。諦めが感じなのか、ごめんなさい、見てなかった。ノーバルさんすいません。深夜さん、マニャガハと入島税はローカルは今も無料ですか？無料だと思います。無料だと思う、ローカルは。観光客は10ドルって言ってたかな。ほんでスマイリーコープを使うには3ドル、1人3ドル取るんだって。アウトコープとかなんだっけ、パファダイじゃない、グランビリオホテルとかあの辺の前から出ていく船は無料だけど、スマイリーコープだけお金かかるんだって。3ドル1人で13ドルってことだよね。99セントありますか？ある。99セントに私お世話になった東京マートさんもここに移転して、あっちの方がお客さんの方は入りがいいからおかずとかも売れてるんじゃないかなと思いますね。99セントある。99セントで売ってないけどね、物はものすごく高い。本当に物が、野菜とかだって、日本もなんか野菜高いとか言ってたけど、トマトだってミニトマト1パック3ドルぐらいするし、ナスやキュウリも3ドルぐらい、3、4本入って、はい、とにかく高い。しいたけのパックのしいたけじゃない、きのこのパックのセットも3ドル30セントぐらいしてたかな。パッと思って。でもえのきが売ってなかったから、そのパックでえのきを買うしかなくて仕方なかったけど、えのきだけが最近入ってこないんですよ。えのきだけね好きなんですけどね、瓶詰めでよく売ってるじゃない、醤油漬けみたいな。あれを最近作って、ご飯にのせて食べるのが好きだったんだけど、えのきだけって、これね、深夜さん、ガラパンにスロット屋さんありました。ここオーシャンビューのとこあるじゃんと思って、ガラパンにスロット屋さん前にないって言っちゃったから、ありました。ここと、あとセンチュリーホテルの隣、シャシャップ食べたい。シャシャップなんか見かけないな。シャシャップ見かけませんね。よく足立のおじさんのとこでシャシャップは食べさせてもらってたけど、足立のおじさんもいないし、シャシャップ食べなくなりましたね。見かけないですね、スーパーで。私が行ってるスーパーだからかな。でも見かけないな、上店行っても見ないもんな。見ない見た覚えがない。ガラパンの街に移行しますか。ガラパンの街に、ガラパンの街を見ながら、ちょっとどこ、ガラパンの街、これかな、ガラパンの街はこっちかな。
もう OBS の使い方が本当にわからない。まだね設定の仕方もよく分かってないからね。 YouTube 今日でライブ配信が16回目15回目か15回目かな16回目かな16回目かななんですけど、まだね全く分かってないから、 YouTube のこのスタジオの使い方にしかりOBS なんてもっと分かんないしあ、ブルーラグーンのそうです、ブルーラグーンの足立のおじさんがよくシャシャップくれたんですよ。それ以外で買ってきて食べるってことはなかったんで、足立のおじさんがくれるかローカルの人がくれるかどっちかしかなかったから、サップの季節がいつだかも忘れましたね。いつだっけな、そろそろじゃない？3、4、5、6ってサイパンって何でも意外とベストシーズンだから、海もそうだし、そういうフルーツもいろいろ出てくる時期だから、シャープもこの時期なのかな、そろそろなのかな、夏かな。風も今収まってきたから、これちょっと強い、先週とか先々週の強い時だけどね、今日はさっきの映像がそうだけど風がほんとなくて、海もめっちゃくちゃ穏やかで、だけど海は相変わらず人がいない、全く人がいないね、ツーリストが。もう平日だからとかなんとかっていう言い訳が聞かなくなってきたね。平日でも祭日でもいないもんね。韓国の人がだから土日になるとちょろっといるぐらいで、中国の人もね飛行機さえ飛べば、もしかしたらだからテニアンがやってたっていうことは去年の11月12月は売り上げがあったみたいだから、税金だけで1万ドル以上の税金を払うって書いてあったから、それで売り上げがあったってことは中国の人が自分の飛行機でチャーターでドンって来てたっていう可能性もあるもんね。サイパンのカジノの時もジャッキー・チェーンとか自分の飛行機でポンって来てたから、自家用ジェットで来てたわけだから、そういう風にテニアに直接行ってカジノを遊んでたっていう人はいたのかもしれない。私はカジノをやってることさえ知らなかったちょっともう本当に知らなかった。そして閉まってしまったからもうね、1年も経たないうちに、相手1年も経たないうちに閉まっちゃったんだから、お金持ちのやることはわけのわからんことなんだけど、そんなって感じだよね。カジノを1軒こうやるって人もいないけど、ナマコもいなくなったの。ナマコはナマコ、いや海入ってないからわかんないやん。ナマコいないよ、見る限りではいないよ。でもナマコはいてくれないと水がきれいにならないからね。水がきれいになるためにはナマコくんがいないと。ナマコは噛みつきもしないし、毒も出さないし、別にいてもいいじゃん、ナマコぐらい。ナマコ見ないよね、こう浅瀬のとこ。昔コロコロいたような気がするわ。で海に入ってないから、で前はこう海に入って砂地に
ペトッとかってなんか踏んだと思ったらぐにゃっとしてナマコだったっていうことはあったけど、全然海に入らないから、全く気づかなかった。でもこう海を動画撮ってても黒いのがいないから、いないかもしれないナマコ。でもナマコは人を傷つけないから大丈夫よ、踏んでも。ちょっと待ってね。どうだったのかな。ガラパンもう建物を建てんのに、でもそんな税金取られたら本当今時やってわかんない。中国の人は関係ないのかな。お金持ちは建設税ぐらいなんてことないわっていうぐらいで建てちゃうのかな。グリーンカードのために投資をするって書いてあったから、グリーンカードのために80億だよ。サイパンはお得で80億、普通のグアムとかだと105万ドルなんだけど、それを投資して2年間継続し、事業を2年間継続するとグリーンカードがもらえるっていう状態なんだけど、中国の人はこんなにしてまで欲しいのかな。この猫ちゃんどっから入ったんだろうって感じだよね。出してあげたくても入るとこが分かんないから出してあげられなかったんだけど、あのまんまあんなとこにいたら干からびちゃうよね、暑くて。全部空いてるからね。ここの2階にバーはまだあるみたい。このピンクの建物の2階、バーだか桶屋だかどっちだかよくわかんないけど、ほらフォーレント貼ってあるんじゃない？あ、違う？フォーレントじゃないのこれ。中は空っぽだけど、さっき野原さんも諦めが肝心なのかって書いてあったけどね。もうビルも全部から、リーバイスが入ってるか。あと全部からだね。リンゴ綺麗なんだけどね、中1階なんかすごい綺麗に見えるけど、綺麗にしてあるんだけど全部からガラパンの真ん中の道、ここの道が車で通れるようになったから結構便利にはなってるんだけどね。一時期は通れなくなっててね。もうアイラブサイパンもやってないし、ここ台風で飛んだまま全部飛ばしてあるね。まだ稼働してあるんだけど、うちのアイラブサイパンは閉まってますね。ワールドリゾートの中にアイラブサイパンはやってた。だからここに
このガラパンに開けるよりもあっちのワールドリゾートのホテルの中の方が利があるっていうことなんだろうね。人が多いってことなんだろうね。ガラパンのアイラブサイパンは閉まってるんだから、メインのデューティーフリーの横はやってるけど、提灯綺麗なんだよね。いつも綺麗なんだけど、なんでやってない？やってないんだったら外してもいいんだけどね。ずーっと外さないで使ってある。ここは ABC がやってるからね。あとは全部カラー。 ABC はだからガラパンとデューティーフリーの横とここと両方空いてるのね。他にはホテルの中とかにはないと思うから中国の人って本当にね、ガラパンにカジノがあった時もそうだったんだけど、結構ね、こっからここまで全部ちょうだいとか選ぶのめんどくさいからこっからここまで全部ちょうだいとか、お土産で買っていくからここまでちょうだいとか、結構ねすごい人が多いんだよね。こう選ぶってことをしない値段をなんか見ない、そういう人結構いるんだよね。ちょっとねスケールが違うの。大金持ちなんだろうなって思うけど、これねガラパンにポリスが本当に珍しくいたからね、ちょっと入ってみたんだけど、いつもいるのって聞いたらいつもいるよって言ってたけど、123はなくなった。あれ123ってどっかにあったよね。123ってどっかにあったよね。あれどっかにあったな。どこだっけ。深夜さんどこにあったんだっけ。123あったよね。なくなっちゃったよ。もうないよ、ない。どっかにあったけど、どっかにABC みたいなやつだよね。 ABC のもうそっくりな感じだったよね。123どこにあったっけ。123って今言われて初めてなんか思い出したっていう感じで、123ってこの辺になかったっけ。ここにあったんだっけ。海坊主の下だっけ。あれどこにあったんだろう。どこにあったっけな、忘れちゃった。でもここの辺に ABC とそっくりなのがあったのを覚えてます。でももうなくなりましたね。とっくだともかなり前になくなってますね。ちょっと待ってください。ちょっとお待ちを。すいません。マイクロビーチホテル。マイクロビーチホテルもね閉めてる。やってない。紙が貼られて閉まってたよ。多分後で映像に出てくるんじゃない。動画に出てくると思うけど、
マイクロビーチホテルもやってなかったですね。老舗というかもう古いホテルなんだけどね。あれ映像のそういうことか。今立ち上がってる映像がここに出てくるんだな。よかった。マイクロブリッジホテルもね、陰性で安宿でガラパンの一等地でありながら、あんな20ドルとかで泊まれるようなホテルだったからね。でも終わりがけはもう40ドルとか50ドルとかしてたのかな。あんな牢屋みたいなお部屋絶対泊まりたくないけどね。窓がこんな30センチ角ぐらいの窓しかないようなとこ泊まりたくないよね。リゾートに来ていくら20ドル30ドルでもちょっとあれは辛いと思うよね。マイクロビーチホテルネットとかで安いからって取っちゃった人なんかの1階がマイクロビーチホテルの1階がなんだの1階がなんだ1階がここね、昔ちょっとでもないか結構前か、ここでなんかビデオ屋さんがあって、日本でいう違法ビデオみたいの売ってたんだよね。ここでランウォンってここ焼肉屋さんやってたな。マイクロビーチホテルの1階がで終わっちゃってんだけど、深夜さんその先を話してくれるととても嬉しいんですけど、その先を話してくれると嬉しいな。そう、ここコンビニみたいのがあったの。小さいコンビニなくなってた。マイクロビーチホテルの1階が 123？ そうだったっけ？マイクロビーチホテルの1階が123だったの？いや全然覚えてない。すごいね、深夜さんよく昔のことを。いや全然そうだったっけ？マイクロビあったハヤットの向かい側にあったってこと？じゃあいや知らないやじゃない、全然覚えてないや。どっかにあったのはマイクロビーチホテルがあったのは覚えてるけどマイクロビーチホテルがあったんじゃなくて123があったのは覚えてるけど ABC とそっくりじゃんって思っただけで、どこにあったかまでもう本当に忘れちゃった。多分もう15年は経ってるな、亡くなって123下手したら20年経ってるかもしれない。深夜さん古いね。古いサイパンをよくご存知で、ここにねペンギンバーとかいうのがあったんだよな。今はなくなってるけど、もうとにかく何もない状態になってきてるね、本当に。政府は経済立て直したいって言ってOBS スタジオが切断されました。再接続に成功。切れた？再接続した成功って書いてあるけど、本当？つながってたらつながってるよって言ってもらっていいですか？もしよかったら。これ前のカジノですね。
なってるぞこれ。前のカジノで今回新しい業者さんがね競り落として、業者さんというか会社が競り落として、新しいのが始まるはずだったんですけど、政府がまたそこに止めに入ってるんですよね。どっちが黒いって私から言わせてみると政府のがめちゃくちゃ黒いんですけども、自分たちの嫌なことは全部ひた隠しみたいな状態で、私の強盗事件も去年起きた強盗事件も何にもですよ。もう物も返ってこなければ、物見つかってるのに、見つかってるって連絡が来て、書類も銀行の書類も全部出したのに止まったまま、もう死んじゃえって言われてるみたいなもんですよね。もうほんと政府黒すぎる。もう12年前の事件ももう去年そのブルーカードを発行して調べますって言ってからそのまんま何の音沙汰もないですよ。全くありえない状態でいるから、これをね普通の新しい投資家とかにやっちゃったらもうどんどん信用なくなるし、それで今日の新聞にその詐欺80億ドルの詐欺、それも載ってたし、中国の人からでももちろん信用がなくなっていきますよね。日本人ももう投資する人が怖いから嫌だっていう人の方が多いでしょうし、今の時代本当にもっとサイパン明るいイメージにしないと。韓国の人だってバカじゃないから分かってると思うけど、本当ね、もう少しねいいイメージをつけていかなきゃいけないのに、80億円の詐欺、ネット詐欺っていうのはちょっとびっくりしちゃうしね。誰がそんなことやっちゃってんのって感じなんだけど、ここねなんかバーありましたね、ちっちゃいバー。韓国の人だってスポーツ大使とか置かれてもやっぱり信用が、散々韓国の人もね結構騙されてる人が多いみたいで、結構投資家も減ってきてると思うんですよ。中国の富豪の中でも富豪の人だと思うんで、カリブ海のタックスヘイブンのところに住んでる人がその80億のテニアンの土地をクリックして買っちゃったわけだから、もう富豪の中でも有名になっちゃってんじゃないかな。サイパンちょっと安く投資できてグリーンカードもらえるからいいんじゃないのって思うけど、いやそこ嘘ばっかりだからやめた方がいいよってことになるだろうし、そういう富豪さんの中での話でも、大富豪だろうから、大富豪の中でそういう話になっちゃえばね、もう下の方の人たちにもそういう話は絶対行くだろうから。あれ止まっちゃった。ガラパンくんごめんなさい、ガラパンくん止まっちゃった。もう一個違うガラパンにしようかな、映像。よいしょ。もう一個違うガラパンの映像にします。
ね、どんどん話って結構広がるから、そういう大富豪の人たちの中ではサイパンやばいよって話になっちゃうと思うんだよね。今日みたいな新聞に載ってたら80億をクリックして買う人も買う人なんだけど、写真だけで買う人も買う人なんだけど、騙す方の人の方が悪いからね、もちろんね。いいイメージにもっとね、政府がとにかくいいイメージっていうか、ちゃんとしたことをやらなければいいイメージはつかないわけだからね。そりゃなんとか大使っていうような人たちは、例えば政府公認のなんとかっていう人たちは悪いことは言わないわけだから、ここはやばいよとか言えないわけでしょ。こういうとこはやばいよとかいいことしかまず言わないわけだから、でね、いい景色しか見せないわけだから、ね、今回の詐欺も同じでしょ。いわゆるね、同じとは言わないけど、仕事としてやってるのと詐欺師とは違うけど、でもいいとこしか見せないで、写真のいいとこばっかり見せて、リゾートの海沿いのいいホテルですよって言って80億買わせちゃったんでしょ。そういうのと同じことになっちゃうから、もうぜひね、投資する人でも何でもちゃんと見極めて、観光で来るぐらいならね、自分がしっかりしてればいいことだけどさ、いやこういうとこ行かない方がいいんだなとか、こういうとこは一人で歩かない方がいいんだなとか、自分一人でそういうことは考えられることだと思うし、日本ほどね、日本も最近怖いじゃない。なんか後ろからいきなり殴られて殺されちゃったとかいろいろあるけど、それよりやっぱり怖いと思うよ。なんかひったくりね、とにかくひったくりとかが怖いよね。一人でプラプラ歩いてるとひったくりが出てくるから、どっから出てきたのっていうぐらいに、なるべくね、何人かで歩くようにするとか、そういうことは重要。あと移動、ホテル、ガラパン近辺のホテルから、大きなホテルから歩いてデューティーフリー行くとか、そんなのは全然平気だけど、それでも裏道は歩かないっていうことはやらないと、そういうことは気をつけないとね。ほんとやつらは狙うからね。どっから出てくるんだかわかんないけど、いきなり出てくるから、ああいうのは気をつけてほしいね。お店的にね、今はなんかもう選べるお店がなくなってきてるから、ご覧の通りにねえ。ちょっと待ってちょっと待ってください。なめなめないな。ちょっとこっち。ごめんなさい。また猫がね、一発危機をまたパソコンに乗ろうとジャンプの体勢をとってたんで、ジャンプされるとね、どうしていいかわからないので、ね、もうね、全部ね、
何もないね。なんでこんな早いんだろう、ビデオが。なんか早送りになってる。どういうこと？すっごい早いんだけど。ダイビングはどうなん？ダイビングはやってますよ、やっぱり。何もないだけに。ダイビングはね、もう一番の売りじゃないの、サイパンで。マイク入ってるよね。入ってる、よかった。ダイビングはありますよ。これだけ人がいないからグロットとかでも混み合わないでゆったり潜れるんじゃない？階段もすれ違いのヒリヒリがなくて済むかもしれないし。ポイント言っても綺麗な写真が撮れそうな時期ですよ。誰とも重なり合わなくて、ダイバーさん同士の泡がこうね、下から来たら写真が撮れなかったとかっていう時期もあったけど、今じゃ綺麗に撮れるんじゃないかな。そうじゃなくダイビングはどうな？そうじゃなくそうじゃなく、私何言ったっけ今海が綺麗で写真が撮れるよって言ったよね。そうじゃなくその先の言葉を続けてほしいな。もう深夜さんも野原さんもそういう途中で止めるから困るな。想像力働かないと。そうじゃなくなんだ、そうじゃなくダイビングはどうな？海は綺麗だよ、グロットも空いてますよ、綺麗な写真が撮れますよ。あと何言ったっけ？そうじゃなくもうそこで止まっちゃったじゃないの。止まっちゃったじゃないの。なんそうじゃなくちょっと問題出されちゃった感じで。このね上店のところは意外とちっちゃいお店がパカパカ入ってましたね。全部入ってたのかな。ちょっと前に行った時は全部っていうか結構空いてたとこあったと思ったんだけど、全部埋まってた、商店のところは。だからローカル相手でも仕事できるっていうお店が入ってるんだと思う。あそこ高いからね、家賃。安くなってんのかな。デューティーフリーも4月いっぱいだし、ここはやってるみたいだね。この何が入ってたっけな、忘れちゃった。アイラブサイパンもやってるし、中華パフェ屋さん、バー、1個のここの片方のフィリピンの方のバーがこの間はクローズしてたの。右側はやってたけど、前撮影行ったところでさせてもらって面白かった方のバーの人はやってるんですけど、なんだっけな、バーの名前が出てこない。巻き戻したいわ。巻き戻しとかできないよね。できないねって、私が使い方わかんないだけかな。
この辺ずーっと空いてて、カントリーハウス。モビーディックもなんか違う名前で書いてあったんで、なんか違う名前でやり始めて閉まっちゃったって感じなんだろうね。ここの角のバーはやってましたね。あ、また消えた。ちょっと待ってね。どこだっけ。なんで消えんの。これ違う違う、これじゃない。じゃあ今の映像をもう一回見たい。今の映像をもう一回見たい。よし、真っ暗になっちゃってごめんなさいね。 OBS の使い方がまだ分かりません。これ練習のしようがないっていうのが、練習ってできるのかな。練習するのも怖いんですよね。なんか設定が狂っちゃうと二度と戻れないからグロッとタンク担ぎ屋いましたよね。いましたね。今もいると思うよ。今もいるっていうか、そこに常駐してるわけじゃなくて、担ぎ屋さんとしての担ぎ屋さんがいたってことね。そうそう、いたね。いたみたいだね。私は見たことはないんだけど、いた時期があったみたいね。担ぎ屋さん便利でいいよね。でもなんか結構な値段取るって聞いたけど、結構な値段取るって昔言ってたような気がする。一時期いたよね。ダイビングショップでもそういうサービスしてくれるようになったって聞いたけど、昔はね、ダイビングのタンク潜れないんだったら潜るんじゃねえみたいなこと言う。持てないんだったら潜るんじゃねえとかって言われたけどね。デューティーフリーなくなったら白ボタンで買い物白ボタンも懐かしいね。白ボタンも何十年よ。うちはね、トニノスで商品を卸してたんですよ、昔。1万6000ドルぐらい持ってかれちゃっていなくなっちゃって、でグアムまで追いかけてったんですけど、払ってもらえませんでしたね。本当にやられました。そこにはもうないんじゃないかな。グアムのもあるのかな。ないと思うけど、白ボタンなんか知ってる人がいないと思う。白ボタンのところってなんでか知んないけど、いつも雨が多いんですよね。雨、世間は晴れてるのに、あそこだけ雨降ってることすごい多くて、この地域雨が多いんだよね。私が行く時だけじゃないと思うんだけど、雨が多いんですよ、あの辺。白ボタン、元白ボタンのあたり。この黄色いビルもなんだっけ、日本で結構なんか人気のあったブランドやってたんだけど、コーチをやってたんだけど、やめちゃったね。やめちゃったっていうか、いつの間にかいなくなっちゃった。あのコーチが本物だったか偽物だったかは知らないけど、コーチめちゃくちゃ置いてたけどね。デューティーフリーなくなったらもうブランド品は買えない島になっちゃうから。そんなとこある？アメリカで
聞いたことはないな。サモアもデューティーフリーぐらいあるよね。サモアもアメリカだけどないのかな、あそこ。いやいや、空港のデューティーフリーぐらいあるだろう。空港もなくなるっていうからね、サイパンは。デューティーフリーがないアメリカの島ってあるかな。聞いたことないぞ、そんなとこ。フィリピンとか行ったってあるのにさ、アメリカでないっていうのはちょっとね、びっくりな話かもしれない。海外旅行行けばブランドのね、化粧品ぐらいは最低でもあるでしょ。何もなくなっちゃうのちょっとショックだな、そういうのを考えると。何か化粧水で一つ買いたいと思っても買えなくなっていくっていうことだからね。ポップの話、ポップ上に戻んのか。ダイビングはどうな、そうじゃなくショップの話。ショップはだからはこの間も言った通り、本当会ってない人のことを変に言えない、もう間違ってばっかりいるから。この間もあるよって言ったショップがなかったりしたから、ちょっと会ってから調べておきます。ちょっと調べてなかったです、すいません。調べますね。今ダイビングショップさんだっていくつあるか本当に分かんない。公式マリアナホームページとかに書いてあるのかな。見てみます。見ることもほぼないからね、見てみます。この間の視察団の人も何かやってくれるのかどうなのかまだまだわからないけど、でこの間のことだから、もうこんな1ヶ月とかで話が進まなければ進まない話なんだろうから、どうなのかな。とにかく政府がちゃんとしないと、クリアにならないと、きれいにならないと投資する人もいないし、投資する人がいなければお店ができないから、お店ができなければ観光客も寄ってこないしね。自然だけでいいやっていう人はなかなかいないし、で儲からなくて儲からなくてもいいからって言って店やる人も、そのカリブ海に住む大金持ちぐらいしかいないだろうしね。そういう人がバーッと来てくれて、そういう人がずっと2年ぐらいずつずっとお店やり続けてくれれば、いっぱいやり続けてくれれば何とか持つんだろうけど、そういう人をターゲットにしてまた自分のポッケに入れようとする輩が出てくるから、そうするとまた汚いイメージになるし、イメージじゃないんだよね、もう汚いことやってるから、今までに実際政府がそれで疑惑を持たれてる、疑惑の嵐なんだから、そういうのをクリアにしてってくれないと。とにかくポリスもいないんじゃもうやる気ないよね。こうパトロールしてるポリスもいないんだから、
夜は特に何にもいないし、ね、投資するにはいいところなんだけどね。80億だけどグリーンカードのためには、まあ、グアムより20億ちょっと安いんだけど、もう意味がわからないけどね、意味のわからない桁の違う話になってくるんで、本当中国の人って大金持ち多いんだなって本当に思う。インターネットでクリックできます？ 5000 円ぐらいのものでもちょっと悩むけどな。なんか決まった機械とかなら、機械なんかのね、美顔器とかなんとかとかもう決まったものならクリックできるけど、いいものか悪いものかもわからない。ましてやリゾートホテル80億でクリックできます？やばすぎるよね、世界観が。どういうあれで住んで過ごしてる人なのか見てみたい。Xヘブンの島に住んでる人だっていうから、もともとがお金持ちの人なんだと思う。ちょっとこっちのガラッパンの画像にしましょう。もともとがねお金持ちの人なんだと思うんだけど、なかなかじゃないよね。80億クリックできないでしょ。インターネットでお買い物できないよ。今日あたりそういえばね、ドル円もかなり上がってきたから、どうなんだろう。これ150円50セントぐらい超えてきたら本当に上行くかもしれないけどね。超えなかったらまたストンってしたし147、150円過ぎて落ちてきたら怖いね。140、もう一回調整なのか、146円ぐらいまで落ちそうだけどね。どうなってるんだろう今ドル円は。もう意外とドルが高いって今言われてるけど、日本人が結構来てたこの深夜さんがよく知ってる頃のサイパン、多分145、6円の頃だと思うんですよね。あの時代ってだいたい140、そんなことない、125、6円かな。145、6円じゃないかな。アウン戦争の時145、6円じゃなかったっけ。しかもそうだ、今日またイスラエルがねガザに攻撃してまた始まっちゃったでしょ。2ヶ月ぐらい停戦してたのにね、トランプさんもいいよみたいなこと言っちゃったから、やっちゃってみたいなこと言っちゃったから、ちょっと困っちゃうよねあれね。またよろしくない情勢に陥っちゃうのっていう。やっちゃってなんて、なんかなんだっけ、ノーベル平和賞とか欲しいって言ってるトランプさんが、なんでイスラエルにはやっちゃっていいよみたいなこと言っちゃうのかなっていうのがちょっとね、ちょっと不安。そうしたらウクライナのことだって、ウクライナには武器もう与えてないんでしょ。与えてないでロシアにやめてよとは言ってるけど、やめやしないしね。ルスクも取られちゃったしね。あの辺がレアアースがある場所なんでしょ、鉱山が。あの辺が重要なポイントだって。まあどちらにしてもイギリスに
先に取られちゃってるわけだから、まあトランプさんの出る幕はないのかなと思うけど。ああ、深夜さん120円前後の頃なんだ。そっかそっか、120円前後か。ちょっと20円ちょっと違うっていうのはやっぱでかいよね。買い物、お食事。でも普通に日本人の人平気でハワイ行くんだからね。ハワイなんかサイパンの3倍ぐらいするからね、お食事でも何でも。グアムだって2倍ぐらいする。グアムの人はサイパンに週末とか遊びに来て、サイパンの方が安いからって言って遊びに来るわけだけど、日本人の人も関係ないよね、あんまりドル高とか。ちょっとは関係あるけど、ハワイやグアムはバンバン行けちゃうわけだから、ね、どこの人も関係なく結構グアムやハワイなんかもね、大にぎわいだし、やっぱり何か魅力、いろんなとこで魅力がないと絶対に来ないよね。大自然だけじゃね。大自然が好きだったらね、もっといろんなとこあるもんね。でも日本から3時間ぐらいで来れるっていうのはここなんだよね。ここだけなんだけどな。まあグアムもあるけど、グアムのがちょっと遠いからね。なんかグアムとなんかこの間なんかで見たな、グアムとサイパンにフェリーだ、フェリーを、船を通そうかとかなんとかって言ってたな、書いてあったな。フェリーより飛行機にしてくれよだよね。フェリーなんか観光客乗らないでしょ。そんなフェリーでグアムまでフェリーで行って6時間も40フィートの船で7時間、違う、ロタからね 6時間くらいかかったから、サイパンからロタまでで、サイパンからロタまでで6時間ぐらいかかって、いや半日かけて行かないでしょ、フェリー使わないでしょ。観光用にフェリーを作ろうみたいなこと言ってたけど、何言っちゃってんだろうと思って。サイパングアムの間フェリーで行こうと思わないよね。飛行機行くんなら飛行機で行くよね。何言っちゃってんだろうここの政府はと思ったんだけど、議員さんの誰かが言ってたよね。船を作りましょうみたいなこと。そういえば公園を作る、なんかね、公園を作るのに25万ドル出せとかって言ってたな。もうこれ以上自然の公園、自然がいっぱいあってさ、公園みたいのいっぱいあるのにさ、これ以上いらないだろうって感じなんだけどね。アメリカっていう、本当に全部がアメリカっていう状態になるんなら、そういう茶物の歴史のそういう歴史観みたいのがあっても作ってもおかしくないと思うけど、今まだ十分まだサイパンなんだからさ、北マリアナみたいな状態、本当にそんな状態なのに、これで今お金ないっつってんのに、なんで25万ドルも出して公園作って、そんな記念碑みたいなの作ろうとしてんのか意味が分かんないね。議員の人たちの言うことがあんまりよく分かんないで、あとはアメリカに救済はしてほしいけど、サイパンの地位は守ってねみたいな。
サイパン大体が CW1 っていうビザがあるから、それだけでもまずアメリカに認められないっていう元っていうかそういうのがあるんだよね。アメリカになるんならそういうビザじゃなくて本当のアメリカのビザをみんな取りなさいよってことになっちゃうし、こんなことしたら働く人もいなくなっちゃうし、それこそ不法労働者の島になっちゃうから、どっから始めかって言ったら、私的にはバーキャバクラ5軒ぐらい作って、まずゴルフのおじさんたちを呼び込む。韓国、中国、日本のアジア圏の人はキャバクラが好きだから、キャバクラありきのゴルフありき、そして海ありき、それ一番お金かかんないと思うから。で次カジノ、まず知事がキャバクラ OK ですよっていうサインを出せば、中国のお金持ちがキャバクラぐらい作るでしょ。5個ぐらい。ただね、サイパン活性化するよ。5個ぐらい作れば80万ドルぐらいいくんじゃないの。投資金額いかない。10個ぐらい作んなきゃ無理か、ね、中国の人たちが80万ドル分キャバクラ作ってくれて、でそれが2年でも3年でも継続してくれれば10人以上の雇用も雇えるし、全部クリアじゃんね。知事のサイン一つだよね、キャバクラ OK って。そしたらもうアジア圏の観光客帰ってくるから、経済発展するでしょう。だからね、そういうできるようなことからやんないとね。カジノもできるんならやってもらいたいけど、なんか遠い話ばっかりしてないで、もっと近い話してほしいよね。そして警察を増やす。ちゃんとした警察官ね、まともな動ける、ちんたら動けない警察官なんかいらないから、ちゃんと動ける警察官を置く。もう動けないよとかね、人んちのドアを壊そうとするような警察官はいらん。本当にいらん。カラオケね、あるのはあるのよ。ちっちゃいなんだか桶屋がカラオケみたいな。あとブラボーっていうとこ、さっきの緑色のとこ、これで出てくるかな。あれ、これ出てこない？この画像じゃなかったっけ、ブラボーが出てくるの。ブラボーっていうお店がカラオケもあるし、なんならステージもあるみたいなとこ。ブルーラグーンみたいな感じ。ブルーラグーンより広いかな。広いかもしれない。でもね、そういう方法のが一石二鳥っていうか一石三鳥ぐらい雇用も増えるし、サイパンに住んでいるお偉いさんたちも嬉しいし、サイパンは特権って言ったら知事の特権があるっていうことなんだから、大統領令みたいなことができるんだから、自分で法律決められちゃうわけだからさ、アメリカ関係なしに。アメリカでは隣に接客するようなバーはダメだけど、北マリアナの時は良かったわけだから、それを今
OK ってサインしちゃえばさ、サインっていうかそういう法案出す人いないのかな。公園作るとかさ、観光客を呼ぶためにフェリーをグアムからサイパンまで作るとか、意味わかんないよね。フェリー誰が乗る？乗らん。私絶対乗らん。12時間とかかけてフェリー誰か乗る？乗らないでしょう。観光客は乗らない。よっぽど暇な人が乗るぐらいだ。だったらね、ほんとキャバクラ OK の方が全然いいと思うんだよ。そういうサインを書いた方が雇用も増えるし、楽しみも増えるし、もちろん税収も増える。でいて、中国人の投資家たちを呼びやすくなる。そういうお金持ちの全て OK だと思うね。アジア圏の人ってこう立って飲んだり、立ち飲み、浅草の立ち飲みじゃないけど、ああいうのじゃなくて、あれはあれでまたいいものなんだけど、アメリカンスタイルで立ち飲み状態みたいなカウンターで飲むのって、あんまりねしっくりこないみたいなんだよね。意外とソファーでこう飲んだりっていう方が好きなんだと思うからね。韓国だってそうじゃん。あそこなんだっけ、名前忘れちゃった。有名なそういう街あったじゃんね。そういうところとかもみんなソファースタイルで、中国もそうだよね。ソファースタイルでカラオケして、姉ちゃん隣にいて、そういうのがみんな好きなんだからさ、そういう法案出せばいいのにさ、その方が全然簡単にまだ話が進めると思う。カジノとか大きすぎてさ、カジノやってくれるのが一番いいんだけど、で救済ちょうだいって言ってるのもさ、もちろん救済はいただきたいと思いますよ。私みたいな個人が救済くださいって言ったってくれないからね。政府は救済してくださいって、こういう警察の間違いを正してください、助けてくださいって言っても全然助けてくれないわけだから、もう本当にね、本当とにかくクリアになってほしい。きれいにアンダーマネーとかないような世界になってほしいわ。ダイビングか。でもダイビングショップの話とかね、そういうのも分かればもうちょっと話せるからね。ちょっと聞いて、マリアナなんだっけマリアナのホームページ見るぐらいなら自分たちでも見れるもんね。そんなんじゃダメなんだよね。ダメだよね。ちゃんと調べておきます。あとなんかカラオケもちょっと調べておきます。カラオケを調べておきますね。あそこにはあったけど、ブラボーにはあったけど、あとだから、さっき映った中国人の猫の藁中華屋の2階に浅草カラオケあったです。猫の猫の中華の2階に浅草カラオケってどっかにあったよね。どっかに浅草カラオケってあったよ。どこだっけな。
浅草って書いてあったんだよな、昔。なんか大きな看板で、襖1枚以上の大きな看板で浅草って書いてあったよね。六本木とか書いてあるとこもあったし、どこだっけな、浅草。わかんない、忘れちゃった。浅草って看板見ないな、そういえば。浅草あったよね、でっかい看板、漢字で浅草って書いてあるやつね。今ね、ああいう漢字が置きっぱなしで、置きっぱなしじゃない、あれゾーニングでか、看板が漢字とかダメになったはずなんだけど、中国人のお店は OK なんだよね。なんでだろうね。漢字とか使っちゃいけないとかさ、看板の大きさに問題ありとかめちゃくちゃうるさかったのに、きっとアンダーマネーだな。この壁に対して何分の1とかなんか決められて看板つけなきゃいけなくて、猫を食材、ハピネスね。ハピネス中華の2階に浅草あったんだっけ。あそこだっけ。今アパートみたいになってると思うな。っていうか、あそこ猫の中華ももうやってないし、ここの目の前ね、このカジノの前ね、向かい側ね、猫の猫のほんともう今じゃ考えられない。昔でも考えられないけど、猫を飼い始めてからそんな猫なんて考えられないわ、本当に許せない。八角かなんかをバシッと入れた肉の煮込み、それが猫だ、結構猫だったらしいけどね。猫ハピネスで働いてた人たちいろんなとこに働いてて今。でもその猫をやってた人はもう中国帰っちゃったらしいよ。ここね、この白い壁のとこに大きな中国系のかっこいいキャバクラみたいのができるはずだったんだよね。作ってたのに、多分中は結構できてんじゃないかなと思うんだよね。もう内装とか外装もやってたし、内装もやってたと思うんだ。中身出来上がっててキャバクラになってんじゃないかなとも想像するんだけど、大型のキャバクラ作るって言ってたから、いなくなっちゃいましたけど、こういうのが、こういうの5件ぐらいあったら絶対サイパンも儲かると思う。どう思います？儲かると思わない？猫を食材ちょっともう一回目に入っちゃってよ、なっちゃうんだけど。ね、思いますよね。そう、絶対ね、ハピネスのチンジャオロース美味しかった。やばい、北京ダック風に食べるそれあれじゃないの？猫ちゃんの猫刻んじゃえばわかんないから、チンジャオロースじゃないの。あれに巻くやつでしょ。巻い
巻いて巻いて食べるやつでしょ。で猫だよ。それ猫です、きっと。だって猫のお肉っていっぱい取れないからちっちゃくするしかないじゃん。猫です、猫。深夜さん食べたの猫。やばいねえ、ちょっとやばいよね。今じゃ考えられない。猫をこんなことするなんて。前はずっと犬派だったんだけど、もう猫を飼ってから、猫派っていうわけじゃないけど、猫かわいいなって思うようになったから。前はね、そんな猫かわいいなとか別に思わなかったんだけど、かわいいのはかわいいけど、本当にかわいいなと思うことがなかったから、本当に今はかわいい。何考えてんのかよくわかんないけどね、猫。なんだっけあれ、クレープみたいな皮で巻くやつだよね。切れました。クレープみたいな皮でね巻いて食べるやつだよね。猫はスープだったよ。猫はスープだった？マジで？そうなの？猫スープ？本当？肉使ってたんじゃないの？なんか八角を使って肉を味の濃いものを使ってって聞いたけど、チンジャオロースも味濃いじゃん。あと八角の八角で煮込んだ肉、あれも味濃いやつだよ。食べちゃってるけどね、残念ながら。多分食べちゃってる、この時期に。ね、深夜さんもきっと食べちゃってるよ、残念なことに。ここのね空っていうのはね元気だよね。韓国料理屋さんなんだけど、1回しか行ったことないけど、こんな大きな場所でまだやれてるってすごいと思うね。こんな大きな箱で。これ雨の映像のやつは汚いな。こっちかな。こっちはどうなんだっけな。これはどうですか。このガラパンの街の時はどうだったっけな。ダイビングとなんだっけ、カラオケチェックしときますね。どうなんだろう、カラオケも。これハヤト。これガラパン撮ったやつかな。ハヤトが閉まってた時の映像だ。ハヤトが閉まってた時ね、一時期閉まってたんだよね。その時の映像でしたね。今空いてるけど、ハヤトの名前はマリアナビーチホテル。違うな、マリアナリゾートビーチホテルだ。これ空いた時ですね。マリアナビーチホテル。
看板出てないな、マリアナビーチホテルっていう看板が。そういえば看板が全然出てない。なんか映像が早く動くんだけど、なんで OBS いじっちゃったかな。ソウル園の踊るランチ美味しかった。あ、ソウル園もなくなっちゃったもんね。そうそう、ソウル園もなくなっちゃったね。え、踊るランチなんて今ないだろうね、どこも。ランチなんてもう何年も行ってないけど、あ、この間ハイアットじゃない、マリアナ、ここ行ったか。マリアナビーチリゾートホテルのランチだけど、踊るのランチあるとこはないんじゃないの。お弁当だって5ドル以上してると思う。お弁当でさえ5ドル以上してると思うな。5ドル何十何セントとか確か。みんなそりゃ物価も高くなるよね。これでもだからグアムハワイよりは安いわけだけど、いやいや、踊るランチってあったもんね、前は。私あったあった、そういうの。まゆきさんのハートオブゴールド聞きました？まゆきさんのハートオブゴールド聞きました？何を聞くの？まだ聞いてない。値段とかを聞かなきゃいけないんだっけ？そうだね。まゆきさんのとこも聞きます。ダイビングと、トレッキングもやってるんで聞いておきます。まゆきちゃんもね、なんか忙しそうなんですよ、いつも。結構バタバタしてるね。結構助けてもらったんでね、まゆきちゃんも強盗の時本当は助かりましたよ。ありがたかった。どうにもならないからね、強盗とかは。部屋まで来られたからね。自分の寝てる部屋まで入られちゃったから。猫だと思ったんだよね。猫の音だと思ってたんだけど、音だったよね。殺されないだけまだマシっちゃマシなの。ほんとやだ。もうトラウマがトラウマを重なっちゃうよね。ポリスに殺されかけたのももういつも夜だから、強盗って入ってくるのはね、だいたい4時とか4時半とかで、今回なんか5時、もう寝れないよね、そういう時間まで。ずっと起きてる、ずっとなんか見張ってるって感じ。トラウマがね、トラウマを重ねちゃうんですよ、ああいうのって。4時半とかね、もう一番嫌な時間だと思ってるからね。あれは仕事でやってるからそういう時間になるんだろうね。あいつらは仕事としてやってるから、絶対そんなのさ、地元のこんな狭い中でポリスだって気づいてるはずだし、今回だって私そのポリスの犯人の名前を言ったらそこから黙っちゃったんだから。
もう何の連絡も来ない。2人の名前を言ったの、ポリスに。この人とこの人だって言ったら黙っちゃったし、でなおかつ新聞にその人と同じ名字の人がいっぱい出てくるから、うわーこれ兄弟か親かあれなんだろうなって思うよね。一つの名前が一緒なだけじゃなくて2つまで一緒だからね。そういう意味合いがあって兼ね合いがあって隠蔽になったんじゃないかなって思う。だからずっとそういう人ってずっと昔から偉い方の部類にいるんだと思うから、サイパンの中で権力者はずっと権力者でいるわけじゃない。それでね隠蔽が始まったんだと思うんだよね。だってほんと名前を言った途端何にも言わなくなっちゃったからね。何にも連絡来ないんだよ。強盗の話も何にもやってくれない。本当に何にも、去年の2月から何にも連絡来なくなっちゃったんだから、一番大きい強盗の事件で。本当意味が分かんない。AG オフィスからAG オフィスっていうところに司法の方のところに連絡しなさいって言われて、連絡しても折り返し電話しますって折り返し電話が全然かかってこないの。意味がわからない。でアポイントの日に行っても昨日からバケーションに行きましたとかって言われちゃうし、本当にねどういう風に回ってんだろうこの人たちって思う。もうそこで落ち込むとまたどんどんこう落ち込んでっちゃうから、もうそれでなんか YouTube とかやり始めようと思ったのね。もうライブでやろうと思ったのじゃないと、もう考えて動画作っててもなんか腹立つことしか書けなくなっちゃうから、文字にすると結構めんどくさいこと起きるから、もうこれはライブで自分で話してた方がいいなと思ってライブにしたのね。もう書けなくなっちゃうんだもん。動画の文字が書けなくなっちゃうから、イラッとしたり腹立たしかったりして、一番嫌なのはまた思い出すと悲しくなっちゃうのが一番嫌で、メソメソ一人でするとねドツボに落ちていくからいやほんとね、有り金も全部持ってかれたからね、どういうこっちゃって感じながら、で銀行にねお金を、私の銀行に何万ドルってお金を入れて何万ドルってお金を引き出して、なんか銀行詐欺みたいなことをやったんだよね。人のチェックを入れて、この辺がね、だから銀行も何にもまだで何にも触れないし、意味が分かんないんだよ。本当に意味が分からないんですよ、そういうところが。普通説明とかこういう風になったんでとかって警察は説明しなきゃいけないでしょ、普通被害者に。商品はここにある、これはお前のかって聞いてきて、それ私のだっていう写真が送られてきて言ったら、そっからまた連絡ないんだから、本当に何回連絡してもね、もう全然つながんないし、つながんないって、担当者がね連絡返してこない。直接行ったんだけど、直接行ってもいないって言われて、じゃあ誰と話せばいいのと思って、もう司法長官っていう人
司法長官の人にどうなってるんでしょうかっていうのもね、交渉人のスタンプをついてレターを出したんだけど、全くしかと、もう半年以上経つよね、そのレターを出してから。本当ここの政府どうなってるのかわからない。で、秘書みたいな人、ガバナーの秘書みたいな人がいるんだけど、その人だけはすぐ動いてくれて、でその人に言いに行くとやっと動いてくれて、そのまんまの足でそこに向かってことが解決したのは一つだけあるんだけど、後のことは彼女も忘れてんのかなって。強盗の話で AG オフィスの話も全然進んでないんだけどって言ったんだけど、ラニアパラドゥドゥンで終わりあ、そうラニャね、そうそう、パパラドゥンってどういう意味だかわかんないけど、そうそう、もうね全然ね何にも動いてくれない。ほんとね意味がわかんない。これ以上だって言うとこないじゃない。ガバナーオフィスのガバナーに言ってんだよ。でガバナーの秘書にも言ってるし、そうやってで司法長官の人にも書類を出してるんで、どうなってんですかと。私このままじゃ生きていけなくなっちゃうんだけどってレター書いて、交渉人役場で交渉人のスタンプ打って、それでレターを出したの。もう言葉だけじゃ絶対動かないと思ったから、ガバナーにもレターも出したし、12年前の事件でこういうこと、まあこの時は12年も経ってないから、まあ、何年前の事件でっていうことでレター書いて出して、やっとそんでポリスが動き始めたんだけど、でその時にポリスのトップとなんか調査員、ポリス調査員っていう人のトップとミーティングしてスタートしたのが2年前ぐらいで、なんかね今年に入って強盗は去年の話でしょ。強盗の話も進まない。大きい強盗はね去年1月なのね。何にも、もう1年以上経ってんのに何にもよ、一切。こっちから連絡しても AG オフィスに連絡しても折り返し電話しますって切られちゃう。折り返しがかかってこない。司法長官にレターを書いてももうこれ以上やりようがないんだよね。どこに動けばいいのかわからない。で12年前の事件もアメリカの本土に相談したら、とりあえず知事の権利が大きいから、裁判はとりあえず知事に言いに行けって、もう知事のオフィスに行けって。私ね、でもこの12年間知事のオフィス、今の知事じゃなくて前の知事の時も前の知事の時も行ってるから、一回も動いてくれたことないの。それこそランニャって言われてんの。領事館も、この12年前の事件の時はすぐ行ったんだけど、日本領事館ね。そしたら死体になったら動くって言われて、嫌だったら日本帰れって言われたの。ありえないでしょ。これブログにも書いたんだけど、本当当時ブログにも書いたけど、死体になったら動くところなんだって、領事館って。今の領事館はこの間の強盗の時も助けてくれたから、一生懸命こう中に入ってくれたのを私もう
PTSD のど真ん中状態だったから、まあど真ん中っていうか、でも領事館の人とかがこう助けてくれたりなんだりね、まゆきちゃんもしかりだけど、それでこうなんか言葉が出るようになってきたんだよね。もうこんなに喋れなかったから本当に怒った時ぐらいかな、やっと喋れて。怒んないとね言葉が出てこないから、とってもストレスだったのね。最近はこうね YouTube をトライして人と外ですごい喋りかけんのとか勇気いったけど、でもやらないとこれ元に戻れないと思ったからやってみたんだよね。まだね、まだ言葉もおかしいし、もともとおかしいんだけど、いずれにせよもともとおかしいけど、もう少し滑らかに、滑らかでもないかな。でも結構今日なんかは意外と戻ってきてる方じゃないかなって思ってはいるけど、どうだろう昔の方がいろんなことを喋れたと思う。今はなんかカクカクしちゃう、喋るのに止まっちゃうみたいな。ビデオをこう一時停止しながら見てる状態な喋り方になっちゃうことの方が多いんだけど、治るか分かんないけど我慢してください。とにかくね AG オフィスにも言ったし、もうガバナに言ってもどうにもなんないから本当どうしたらいいのか分かんないよね。領事館もだから当時今はもう今の領事館はいろいろヘルプをしてくれるんだけど、当時が一番重要だったんだよね。いずれにせよ当時は死体になったら動くからって副領事に言われたんだけど、嫌なら日本帰れよってこういう言い方で言われて、もうどうしたらいいんだろうと思って、そりゃ嫌に決まってるじゃん。だけどその頃はねまだ店も諦めようとはしていなかったっていうのを、だんだんだけどどんどんお店を開く日が少なくなってっちゃったから、それ以来あの時3ヶ月間3、4ヶ月強盗に夜中の泥棒に毎日のように会ってたから、もうね、当時のブログを見ていただけると分かるんだけど、毎日泥棒で、警察は中で今日は見張るからとか言って警察のバンを表に止めてエアコンかけてエンジンかけて泥棒を待ってんの。誰も来ないよね。いや誰も来ないよね。で店の中で今度は待つって言って店の鍵渡したら、店の電気高校につけて待ってんの。誰も来るわけないじゃんね。そんな時に来なかったよって当たり前だろって。そんな電気高校とついてるとこに泥棒は入らないよって。だいたいねお店閉めて2時ぐらいに閉めても 3時ぐらいにお店出たりするでしょ。そうするとその後夕方5時から5時ぐらいに行くでしょ。その時にはもう泥棒が入ってるのね。めちゃくちゃになってるの。そ
それ毎日3ヶ月、だいたい毎日。もうね、壁をコンクリートでね塞いでも、もう開いてるところ、開くところから全て開けてくるから、全部コンクリートで塞いだよね。あれはね、もう仕事なんですよ。嫌がらせ、出ていけとか、地上げの一つだよね。今回も同じやり方してたから、うちに入ってくる意味がないんだもん、大体が。で、知ってる人もいないし、物があったなんて、その時に知ってる人は一人だけだったから、もうその人とかのオーダーで強盗が入ってきた。で、その手口がもう全く一緒。デッドロックを壊して入ってくるっていう。世間で泥棒に入ってるところの手口を聞くと、シャッターを壊したり、そういうやり方をしてたんだけど、うちは違ったのね。その泥棒の強盗軍団のやり方、そこを穴開けちゃうんだよね。間違いないのに、そんなのだから警察って調べようとしないの。これはどういう手口だったかとかさ、そういう追及をしないの、ここの警察って。例えば交通事故でも道路なんかちゃんと見てくれるって言ったんだけど、うちの壁に当たって交通事故が起こったの、この間。なのに、じゃないとあんだけうちが揺れないの。それと音が違う状態だったの。それなのに交通なんとか隊っていうのも来たんだけど、もうずっと撮ってたけど何にも見ないからね。普通車の車輪タイヤの跡とか追いかけるとか、日本にゃにゃごめん、やめて、じゃなくて、にゃにゃちょっとごめん、ここ降りて、はい、いい子だね。もう普通タイヤの跡とかそういうの結構もっと日本だったらね、もっと見ると思うんだけどね、見たいんだよ。結構本人に聞くんだよね。だから当たったとこしか見ない。当たって目の前にある現状しか見ない。どこに当たってこういう状態になったかを見ないからね。ああいうの本当なんていうの、こういうのずさんだ。ずさん、全てがずさん。とにかくずさんでいいんだよね。違ったっけ。チャモロンのセキュリティが必要でしたね。チャモロ人のセキュリティなんて無理に決まってんじゃん。無理。そんなの無理だよ。だって入ってくる人たちもそういう人たちなのに。でね、仕事しない人もチャモロの人で、殺そうとしたのもチャモロの人だよ。だってさ、チャモロのセキュリティを受けます？受けないですよ。もうそういう人たちみんながもう、だって警察呼んでももう仕方ないって。それが日本人の警察官であったとしても、サイパンで働いてる日本人の警察官であったとしても、多分もうそんな人いないんだけど、今っていうかその時は信用ね、人種じゃないけど、その時のもう警察、今もだけど何にも変わってないじゃんね。だからその当時はもう全然警察なんか信用できなくなっちゃったし、そりゃそうだよね。頭に拳銃突きつけられたら誰が信用できるかって、もう全部が怖くなっちゃって、もう泥棒入られても呼んでも無駄だなって。ブルーカードがなくなっちゃって、ティッシュなんていうの、ペーパーナプキンとかに書くんだよ。もう意味わかんないとか思ったもん。この人たち何考えてんだろうと思って。で
結局は現状今でもそういう状態が続いてるっていうのと同じでしょ。エイジオフィスの長官さえも何も連絡をよこさないという、どういう仕組みになってんだかよくわかんないよね。で新聞とか見るとさ、どっかなんとかのイベントに出ましたとかって言ってるし、イベントに出たんじゃなくて、ちょっとさっさと強盗のことでも何でもやってくださいよって、じゃあ質問状の答えはどうなったか教えてくださいよっていうことなのに、何の回答もしてないで、ね、この間だってその韓国のケンジントンホテルでやったパーティーに出てましたとかって言って新聞に載ってたりするんだけどさ、どこまでがお仕事なのって。でなんか女性を助ける会っていうところの人がいるんだけど、年末に去年の末に25日前クリスマス前にそこのとこに行って話をしてたんだけど、クリスマス前の時に行った時にイルスを使われたの、オフィスの中に人がいるのは分かったんだけど出てこないの、みんなクリスマスの準備で。頭きて私もメールで嫌味を書いたの。楽しいクリスマスを過ごしてくださいねみたいに。そしたら怒ってイルスなんか使ってないとかって翌日かなんかに帰ってきて、で一応謝ったの。謝ったけどもう多分嫌いっていうことになっちゃったんだと思うから、私は仕事でやってるんだって言ってた割にはもう仕事しないからね、私のところに連絡一つよこさなくなったから、あの人だからもう好き嫌いとかで、好き嫌いっていうか自分が変なことをしてしまったのに、クリスマス前でオフィスにいたのに出ないっていうことをやったりしたのに、なんだろう、自分の心が痛くて連絡できないのかわからないけど、もう連絡しても来ないから、もうこれ頼ってもしょうがないんだなと思って。でも国の機関だから、政府の機関だから、本当はこういうことがあったら助けてくれなきゃいけない機関なんだけど、それがお仕事だから国としての。でも拒否してるよね。拒否されちゃってんだよね、本当に。もう多分ね、名前を言ってからなんだよね。だからこの間になっていろいろ私もう十何年前の話だから、茶室の人たちもローカルの人たちもみんな時効だと思ってるわけじゃない。だからそんなの調べてると思わないから、もともと警察官だった人とか今も警察官の人とかもいるんだけど、たまたまね、この時期にあったんだよね、たまたま。だからあの時の覚えてるって言って、日本人のことあれしたやつって言って、覚えてるって言って、誰だっけ、名前なんだっけって言ったらペラペラってすぐ言うんだよ。それで分かって、でそれ何人かにたまたまなんだけど、ほんとたまたまこっちから探しててあったわけじゃなくて、たまたまねチャランカノハンの方行ったらあったりして、これ誰かが巡り合わせてんのかなっていうぐらいな感じであったから、で名前を聞くとみんな同じこと言うから、これ間違いないなと思って、みんな知ってるわけよ。だからそういうことがあったっていうことは。でそれを調べてるトップの人に言ったら、
それと女性を守る会の人に言ったら、それから連絡ないんだよね。AG オフィスもそう、全くなし。多分そのお偉いさんからストップが入ったのか、こんなことを今更みたいな状態になったのか。今更であっても何であっても、そのことを殺そうとした警察官がのさばってるのはよろしくないよね。その家族がお偉いさんだなんてもっとよろしくないし、もしね、その家族であれば、それがもし隠蔽のね元になってるんだったらもっとよろしくないから、そんなことやってるからこんなサイパン何にもこういい方に導かれないんだと思うしね。誰もがね投資してね、本当投資はしやすい島なはずなんだもん。本当はクリアならね、政府やガバメントとかがこんなアンダーマネーを求めるようなところでなければ、もしね求めてたりしたら、ああいうカジノ問題とかになっちゃってるわけだからさ、疑惑の疑惑。でも実際に私はそういう被害を受けてるから、もうこのね何十年もビジネスやってきて、そういう政府の人がアンダーマネーを求めてきたこと、もちろんね深夜さんなんかでもよく分かってると思うけど、20ドルちょうだいとか30ドルちょうだいってやられたと思うんですよ。ほんとやられてきたから、政府の人にねガンとしてあげなかったから。もしかしたらマネージャーとかはあげてたかもしれないけどね、分かんないけど、その辺はね疑惑の疑惑の疑惑なんですよ。だから良くないの。これね今回ねちゃんと動いてくれれば、政府としてもだって動かなきゃいけないことだから、これって。で12年前の事件はいいとしても、もし良くないけど、全然良くないけど、ね強盗の事件の私の商品は、じゃあお金はパスポートはグリーンカードはどこ行っちゃったのって、見つかったものはじゃあどこに持っていかれちゃったのって感じで、本当見つかったってこう写真まで送られてきてんのに、それが返ってこないっていうのはおかしなことでしょ。どう考えても1年半も1年2ヶ月か、こういうのちゃんと動いてくれれば、またこの後ちゃんと動いてくれてますとか皆さんにね報告のしようもあるんですけど、本当何にも動いてくれないんで、逆に嫌がらせされてるような状態なんで、何が怖いって、前回のその12年前の時も、初めは海でボコボコにされて、その日私刑務所に入れられたんですよ、1日で。その後にその警察官2人が毎日のように前を通ってみたりで、時には頭に拳銃を突きつけられたりしたんですよ。あっちゃいけないことだと思うから、そういうのを
言うなって言ってもともとのことがあったことを言うなって言って殺されかけてるんで、だから今回もこういうことがあったから殺しちゃうよみたいな感じに進まれたら嫌だなって思って、そういうのがすごく怖くて、そういうねいろんなことが思いがあっての YouTube なんですよね。でみんなと共有していけたらなと思ってるんです。なんかすいません、美味しそうな映像が出てくる。食べに行きたいですね、またこういう美味しいものを。そんな感じなんで、また明日新しいなんかものをまた新しい話題をなんか持ってきて、ライブ配信したいと思いますんで、今日も皆様ありがとうございました。深夜さん、野原さん、コメントありがとう。皆さんよかったらね、みんなコメントしてください。それとチャンネル登録と、これ言うの忘れちゃうんだよね。チャンネル登録といいねしてください。いいねっていいねボタン押してください。そんな感じで、また明日よろしくお願いします。できる限り毎日やっていきたいと思うんで、ネタがなくてもやろうかなとか思ってもいるんで、何かしらネタは毎日持ってきます。映像はだから何かしら撮ってきますんで、よろしくお願いします。それではまた皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。野原さんおやすみなさい。コメントくれてない方もおやすみなさい。失礼します。